今日はコーヒー豆の入れ方講習。ほら消えた。はい、今日はですね、コーヒーを焙煎してみるっていうことですね。コーヒーは結構日常的に焙煎してたんですが、ちょっと最近めんどくさくてご無沙汰でした。そして、そろそろうちで買ってたコーヒーがなくなるんで、今日はちょっと重い腰を上げてですね、コーヒーを焙煎してみようと思います。ということで、この中にコーヒーの焙煎セットが入っているので開けていきます。いくつか必要なものがあります。あ、1個忘れてました。これ。はい、まずこのアルミプレート。うちわ。そして今回メインになるこの本体、焙煎機。手作りのスクープするやつ、手作りのジョーゴみたいな。そしてコーヒー豆です。コーヒー豆はエチオピアシャキソ海音マウンテンファームウォッシュドとなってます。エチオピアの豆が結構好きですね。この海音マウンテンのシャキソってやつはよく買います。コーヒーのこと、そんな詳しいかっていうとそんな詳しくないと思うんですけど、やっぱり豆を焙煎するのでいくつかの知識はあるんですが、コーヒー豆はですね、一回発酵させるんですよね。で、発酵させて味を固定してったりするらしいんですけど、その段階で、洗うのかナチュラルにやるのかゴシゴシやるのかみたいなですね、なんていうんですかね、方法がいくつかあるらしいんです。で、これはこの洗いのウォッシュドという方式で作られているものです。ナチュラルよりウォッシュドの方がちょっと安い印象があるんですけどね。はい。で、私はあんまり温度とか、湿度とか水分量ですね、測りません。もう勘です。勘でいつもやってます。ちょっとそこら辺も一緒にちょっと見ながらやっていければと思います。で、今日いつもはですね、ちょっと箱をかぶせてやるんですけど、その方がゴミも飛び散らないしいいんですが、今日はちょっと初めて動画にしますので、今日はなしでやってみたいと思います。だからこの箱、そしたらやっていくぞ。はい。ということで、まずやっていきます。まずはこの豆、さっきのエチオピアのなんたらってやつですね。はい。これを、この焙煎機に入れていきます。この焙煎機見てれば分かると思うんですけど、ビンゴのやつみたいにぐるぐる回す方式です。はい。結構高かった。確か2万円ぐらいだったかな。ちょっと後で下にリンク貼っとくので見てください。かなりいいですよ。で、この豆を入れていくんですが、本来はですよ、これちゃんと選別して、鬼のように選別して、場合によっては洗ったりして、ちゃんとやっていく必要があるみたいです。はい。そうすると味がすごい安定するらしいんですけど、そういうのは私、プロに任せることにしてます。私はもう効率重視なので、もうそのまま入れます。何もしません。で、ただですね、これちょっと友達に教えてもらったメーカーさんなんですけど、この DSCCO.LTD っていうここですね。グリーンコーヒーっていうところなんですが、ここはめちゃくちゃですね、選別もかなりされていて、多分適正な値段で売ってくれてるいいコーヒーっていうか、豆屋さんだなと思います。ちょっとこれじゃあ入れていきますね。はい。で、この穴に入れなきゃいけないんですよ。これがね、超大変だから作ったのがこれです。特製ジョーゴ。こんな感じで。これ一回下に取りますね。
ムラなくやるにはだいたいこの半分ぐらいが限度でしょうか。パンパンにやるとですね結構ムラが生まれちゃいます。でこれを閉めて、これネジ式なんで頑丈ですがシンプルです。これで回した時に動くぐらいかな。この時はまだ気づいていなかったが量が多すぎた。はい、いいですね。はい、こんな感じで入れます。はい、でこれが下台ですね。下台でちょっと中見せられないので、まあ後で見せるか。はい、これを五徳に刺して、はい、で完成。これでこうやって回していくわけですね。で実は下にこういうのがついてて、はい、これ何かっていうと、ここに熱を当てて、これで熱を全体に広げてですね焙煎をしていくっていう仕組みになってます。まずコーヒーの簡単なですね焙煎のメソッドについてやっていきます。火にかけます。でできるだけムラなく回していきます。最初はですねあんま何か起こってるように思わないんですけど、徐々に茶色がかっていきます。でそのうち回してるとですね茶色がかってきて、で音がしてきます。パチパチと。でこれをですねハゼというらしいんですね。でパチパチはですね2回来るんですよ。で1つ目が第1ハゼ、2つ目を第2ハゼというらしいんですね。でこのパチパチのハゼの音で私は聞きながらこのタイミングでやめようとかってしてます。で第1ハゼが始まって第1ハゼが1回終わるんですね。でその後しばらくすると第2ハゼが始まるんです。このハゼのタイミングによって浅入りなのか中入りなのか深入りなのかっていう風に決めていきます。で今回のこのエチオピアの豆はかなりフルーティーな豆になると私は考えてますんで、ちょっと浅めに引いていこうかなと思います。はい、家でですねスペシャリティコーヒーを毎日飲みたいならこの方法が一番安いですしいいです。でなかなかこだわりが強くなっていくと時間とかの兼ね合いもあるのであんまり続かないんですけど、こんな感じで、ある程度自分の中でルールを決めてやっていくと続くんじゃないかなと思います。はい、じゃあ始めていきます。だいたいですね1秒から2秒で1回転するぐらい、1、2って感じですね。1、2、はい、これを20分ぐらい続けてうまく入れればいいです。はい、いろいろ考え方はあると思うんですが、こんな感じでですね火加減を調整していきます。で最初の豆の色はこんな感じ、青みがかってるのが分かりますかね。冒頭で入り方講習なんて申し上げましたが分かっていただけた通り、ちゃんと入り方とかを学びたい人は機材を買って説明書を読むなりプロに教えてもらうのが一番いいと思います。はい、私のはコーヒー関係の仕事をしている友人がいるので、その友人からちょっと話を聞いたり、自分でお金を払ってコーヒー屋さんに行ってちょっと技術を盗んできたり、結構自分の独学の部分が多いですね。またかなり豆によって風味が変わってきますし、あんまり私深入り向きの豆買わないんですけど、深入りが多分美味しい豆もあるんでしょう。でなんで深入りを買わないかっていうと、これやってみると分かるんですが、焦がさずに綺麗に深入りするって結構難しいんですよね、私の技術だと。なので浅入りの方が焦げとかの度合いも見えるし分かるしやりやすいっていうのもあります。5分経過。私がコーヒーにハマったのは、宮崎に住んでる時だったかな。すごい美味しいコーヒーに出会ったんですよね。
それまでコーヒーって結構苦手だったんですけど、特にブラックコーヒーってすごく苦手だったんですが、動悸がしたりとか気持ち悪くなったりとかしてたんですね。でも宮崎の蓮四郎コーヒーさんっていうお店屋さんがあって、でこの蓮四郎コーヒーさんのコーヒーを飲んだ時に、もうこのコーヒーってこんな味になんだなっていうのをめちゃくちゃ感動して、それがすごい果実味のあるフルーツジュース飲んでるみたいなコーヒーだったんですよ。そんなの飲みたいなっていうのでちょっと焙煎をし始めました。でその友達、そのコーヒー関連のって言ってたその友達に機材とかどんなのかとか教えてもらって、エントリーのやつですね。で自分なりに始めてみたって感じでしょうか。でやっぱり最初はすごく失敗もあって、安い豆がいいやと思ったら本当にカビ臭いやつが届いたりとか、本当ひどかったですね。まずいっていうかもう健康にもやばいそうなやつが届いたり、焦がしてしまったりですね、そういうのもありました。でやっぱこれ手間こうやってかかるんで時間がある時しかできないし、なかなか大変でしたけど自分なりのルーティンを見つけたっていう感じですね。入り方、入り方、入れ方、こういうのも相性がいろいろあるみたいなんですよね。で私も適当なんですってお話ししましたが、基本的にやっぱ皆さん言うのはコーヒーは科学だというようなお話をよくされますね。温度と水分量、湯量とかそこら辺を結構厳密に考えてる方がほとんどなんじゃないでしょうか。産地でも全然やっぱ味が違うみたいで、例えば私がさっき言ったエチオピアっていうのは、大体果実味があるイメージなんですけど、エチオピアでも標高が全然違うところに農園があったりとかするので、地域によっても差があるみたいですし、なかなかそういうことを学んでいくとかなり沼にはまるところなんじゃないかなと思います。10分経過。どうですか、10分経過してだいぶ色がさっきの緑からなんていうか茶色に変わってきたの分かりますかね。なんかちょっと変わってるでしょ。どんどんこの時ぐらいから豆の皮が剥がれてきて、落ちてきます。これが結構部屋を汚すんですよ。掃除が大変です。これを茶粉と言います。茶粉と聞いてメタルギアソリッドとかが好きな人は茶粉かと思うかもしれませんが、多分原理は茶粉もこの原理なんじゃないでしょうか。こう粉をいっぱい巻くことによって電波を妨害するみたいなんですね。最初の豆は結構重みがあるんですけど、当然こうやってコーヒー豆をいっていくことによって水分が抜けていくのでどんどん軽くなっていきます。今約15分ぐらいですかね。はぜてきそうです。聞こえました？この音。豆もかなり膨らんでくるんですよね。これです。もっとなってくるはず。
ちょっと豆が多かったかもしれないですね。かなり膨れちゃいました。で、私はだいたいちょっとこの1ハゼが今始まってるんですけど、1ハゼ終わりぐらいまで行ってみようと思います。ちょっとだな。はい、ここからは私は温度計とかがないので勘ですね。色と見た目と最初と比較してかなりもう真っ黒なの分かりますかね。はい、火を止めて余熱でちょっとあとはやってみることにします。早いかな。出した方がいいですね。結構良かったな。焦げちゃいますね。じゃあ出します。はい、本当にすぐに出せるように軍手がいるわけですね。はい、粗熱を取ります。マジでこう取りながらやるっていうのは難しいです。なんかね、さっき多すぎたって言ってたのでやっぱ焦げてますね。ちょっと次は少なめの量でやります。はい、今はこれちょっと揉んでこの茶粉を剥がしてます。はい、バタバタしましたが、ひとまず入れました。わかりますかね、このムラになってるの、黒っぽいのとか茶色っぽいのとか、それがムラですね。で、まあ結論から言うとこれ失敗ですね、完全に。はい、中とか焦げちゃってますね。はい、やっぱりちょっと最初の量が多かったんだな。いつもですね、この久しぶりにやる一発目って失敗しちゃうんですよ。できればこうね、うまくいって1回でたくさんの量作れたら楽でしょっていう感じでやっちゃうんですが、ダメですね。人間は学ばない。はい、学ばない人間である私は今度はこのぐらいの量でチャレンジしてみます。今度は焦げないといいですね。はい、じゃあ完成をお待ちください。ヤッホーできたよ。ちょっと分かりにくいですけど、右側が新しくいった方、左側が前いった方ですね。なんかちょっと黒っぽいのが左側多いの分かりますかね。これが結構ムラになってますが、近づけたら分かりますかね。結構黒っぽいのありますね。こっちは綺麗にどちらかというと均一なんじゃないでしょうか。ちょっと焦げてる部分もややありますが、まあこんなもんでしょう。いやいや、お疲れ様でございました。じゃあとりあえず完成ということで容器に移していきます。で、容器に移すときこうやったらすごいこぼれるので、これを作ったわけですねこれしかもよりによってこのマックスバリューのビールを使うおしゃれさ。これはなかなかうまくいきましたね。はい、ということで2本できましたということになります。すぐに飲んでもですね美味しくないので、
ちょっと寝かせます。数時間で飲めるようになりますが、私はだいたい1日ぐらい置くことが多いですね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日は私の焙煎機で焙煎する動画を撮ってみました。皆さんもコーヒー好きな方とかはですね、ぜひ試してみるといいかもしれません。私はこういう感じでやってますとか、なんかあればですね、コメントで教えてください。チャンネル登録もお願いします。それじゃあまたね。